どうも、ダゲニューです。本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。今回ですね、M1 チップ搭載の MacBook Air 9ヶ月使用レビューということでですね、9ヶ月使った正直な感想とか、結論じゃあ正直ぶっちゃけどうなのみたいなところをね、お話ししたいかと思います。登場から9ヶ月ほどね、経過しまして、実際にね、じゃあ使ってみて個人的にどう感じたのかっていうところのお話だったりですね、逆に言えば発売からじゃあ今9ヶ月経った今でも購入してもいいのかどうかだったりとか、新型のね、噂もあったりしますんで、そこだったりやっぱ Air とね、プロの違いだったりとか、結局こういろいろね、使ってみてどういうじゃあスペックにするとかね、仕様にするのがおすすめなのかとかね、ちょっと細かくここら辺もね、お話できたらと思います。なんで購入際のね、非常に参考になると思いますので、ぜひ最後までね、ご覧いただければと思います。こちらのチャンネルで Apple 製品をはじめとするリーク情報だったりですね、賢い買い方ですね、だったりガジェットのレビュー動画っていうのを定期的にアップしてますので、チャンネル登録していただいてですね、ぜひ最新情報をね、受け取っていただければと思います。まだ登録してなかった方などはですね、これを機会に登録していただくと死ぬほど喜びます。はい、ありがとうございます。あと通知ベルもオンにすると最新情報届きやすくなりますんで、コミュニティ機能でね、Apple 製品をはじめとしたお得な情報とかをですね、定期的に流しておりますので、なのでぜひ通知ベルをオンにしてね、こちらを見逃さないようにしてもらえればと思います。あと Twitter も日々こちらもタイムリーに更新してますので、はい、よろしければフォローお願いいたします。ということで昨年の11月にですね、M1 の MacBook これね、発表されたんですけども、同時に3つの Mac が発表されました。大きな違いとしてはですね、中身ですね、パソコンの頭脳である CPU がですね、今までそのインテルのものですね、インテル入ってるだったと思うんですけども、Core i5 とか7とかだったじゃないですか。あれがですね、Apple 独自のものになりましたと。それがいわゆる Apple シリコンと呼ばれるものでですね、現在の MacBook にはその M1 チップというものがね、これが載っておりますと。要するに Apple が作った CPU ですね、独自のものが入ってると。もちろんこれもね、なんかいきなりじゃあなんか出てきたのかっていうね、わけではなくてですね、今までやっぱり iPhone とか iPad、Apple Watch とか、そこで10年以上ね、培ってきた技術をもうこれ Mac に入れちゃったということですね。で M1 チップもですね、実際これ iPad で使われている A14 バイオニックチップっていうものを一応ベースに使われていると言われておりますし、今まではやっぱパソコンと例えば携帯電話って立場的にじゃパソコンの方が上だったと思うんですけども、これは単純にやっぱパソコンが先にね、生まれてるっていうところがあるんで、それがやっぱりね、スマートフォンになってですね、皆さんご存知のように毎年のようにね、こうすごい進化してるじゃないですか。もう iPhone はもちろんですけども、Android なんでもう去年1年でね、何台出てたか70台とか、もうなんかめちゃめちゃ出てるわけですよ。もうこんな全部レビューできるかっていう感じなんですけども、進化が早すぎてもはやもうパソコンを上回っちゃってきてると。そういったことをやっぱ Apple はずっとね、目論んできたっていうね、わけなんですよ。じゃあこれもう iPhone の性能さ、パソコンに入れちゃったらいいんじゃねみたいなっていう感じですよね。見た目は結局以前のデザインなので、MacBook でね、変わらないんですけども、やっぱ中身の進化が非常にすごいということで、実際中身としてはどちらかというと本当タブレットにね、とかiPhone とかに近いと思いますね。CPU 自体はやっぱりさっき言ったように iPad と基本的に同じなので、なので、例えばじゃあバッテリー持ちに関しては、M1 の MacBook Air とかだったらですね、最大で15時間のウェブブラウジング、できたりすると。やっぱり iPhone とかね、1日こうバッテリー持ったりするじゃないですか。そういった感覚に非常に近いものだと思ってもらえればいいと思います。僕はですね、なんで M1 の MacBook Air をですね、今発売してからもう9ヶ月以上ですね、正直もう毎日のように使ってきました。なのでさっきのように、じゃあバッテリー持ちがいいとか、そういったメリットとか、もちろんですね、ここはなんかどうなのかって、いまいちな点とかも含めてですね、最終結論じゃないですけども、長期間じゃあ使ってみて、じゃあどうだったのかっていうの感想をね、ちょっとシェアしたいかと思います。ちなみに、M1 MacBook Air の前はですね、インテル版のプロの13インチ、これフルスペックだったと思うんですけど、Core i7 乗ってたと思うんですが、これ1年ぐらい前に使ってました。インテル版とね、比べて、どうなのかってところもですね、以前の動画で、徹底的に比較しておりますので、こちらもちょっと参考にね、してもらえればと思いますが、こういったインテル版のフルスペックとかと比べてもですね、性能はもちろんですね、バッテリー持ちとかもやっぱ全然格段にね、いいんですよね。結局そのいろんな選択肢の中で、今のところ結局 M1 のね、MacBook Air をずっと使い続けているわけなんですよ。さっき言ったインテル版はもちろんですね、Mac の中でもいろんな選択肢があるんですけども、例えば単純にiPad とか iPhone とかもそうですし、Apple 製品そうですし、Windows PC とかもあるし、あとM1 チップ搭載したモデルだと、Mac mini とか、今年5月、新しく iMac もね、新型出ましたし、一番迷う点としては多分 MacBook Pro とかだと思うんですけども、さらにやっぱ iPad Pro とかもですね、M1 チップ搭載でこの新しいモデルがね、5月に出ましたと。これも結局僕も使ったりしてるんですが、結局そこら辺だけでもいろいろ
ろ選択肢あるわけなんですが、じゃあ結局使い続けてるのはどれなのかっていうと、この M1MacBook Air なんですよね。Air なんて一番この Mac の中で一番安い、ラインのものですからね。モデルとしては一応メモリを 16GB に上げて、容量は 1TB で使っております。結局 M1 Air に落ち着いてるっていうね、ところなんですよ。でもちろんM1MacBook Pro の方がですね、性能的には熱を例えば逃がすファンとかだったりですね、扇風機みたいなやつがついてたりとか、グラフィック性能もね、結局 Air と比べるとやっぱプロの方が上っていうのは、もちろんこれも重々ね、承知の上というか、これ事実かなと思います。なのに結局 Air を使ってる方が、クリエイターのね、方とかも含めて、多いなってね、印象ですね。ここにやっぱいくつかね、やっぱ理由があるかと思います。はい。Air がどうして超愛されてるのか、ここら辺ね、ちょっと話していきたいと思います。まずはやっぱりね、一つ目としては価格の部分がね、大きいかなと思ってます。正直この M1 チップのじゃあ性能と、例えば見た目のかっこよさとか、品質、クオリティ面で考えると、これがじゃあ税込みじゃあ10万円ちょっとでね、買えるって考えると、非常にやっぱコストパフォーマンス高いなと思うわけですね。かなりコスパいいのかなと。はい。例えば MacBook Pro のね、場合だとですね、一番安いモデルでも税込みでだいたい15万円近くかかってきたりするんですよね。もちろんやっぱバッテリー持ちが良かったりとか、タッチバーついてたりとかね、違いはね、もちろんあるんですけども、でさらに M1 Air に関してはですね、もう今 Amazon でちょっとセールとかもされてまして、例えば僕が今見た時点ではですね、256GB、これベースモデルになりますが、一番安いモデルが今1万円引きでね、例えばもう売られてたりするんですよね。こういった情報もコミュニティ欄でね、発信してますので、ぜひね、チャンネル登録していただければと思いますが、なんでもうほぼね、正直今最安値に近い形になってますね。例えばあと学生の方であれば学割とかね、やったりしますんで、学生、教職員向けストアというものがあるんで、そちらで価格を見てみるとですね、税込みでもうほぼ10万円ぐらいでね、買えてしまうと。さらにあと整備済み品のね、ストアだとですね、こう10万円切ったりもしちゃってるんですよ。9万8000円ぐらいであったりするんで、できるだけやっぱ安くね、これ Mac 買いたいなみたいな方はね、これ非常にいいんじゃないかなと思いますね。Apple 製品のこのお得な買い方にね、ついてはですね、以前のこちらの動画でね、解説してますので、ぜひね、こちらもご覧になってですね、賢くお得に、Apple 製品買ってもらえればと思います。10万円を超えてくるよね、例えば Windows マシンとかと比べてもですね、基本的に M1 がね、高性能なのに、どうしてじゃあこの10万円ぐらいね、で買えるのかというとですね、先ほど言ったインテルのチップから Apple 独自のチップですね、Apple シリコンに切り替わったことで、コストが単純にね、非常に下がったっていうことですね。もちろんApple なんで、大量生産とかもできたりするんで、ここら辺が大きいのかなと思いますね。なんで性能がやっぱ比較的ね、非常に高いのに、安い価格でもう出せていると。それは売れますよっていうね、話ですよ。なんか食べ物で言うと、だからめちゃめちゃすごいね、美味しいのに、安みたいな、そんな感じなんですよね。以前のね、あとインテル版の MacBook とかだったらですね、かなりね、発熱問題っていうね、悩まされてたりしたんですけども、僕もプロ13インチ使ってたんで、これ非常にね、もう毎回イライラしてたんですが、ここもね、結構改善されてたりはしますね。MacBook Air ではですね、熱を逃がすファンがなかったりするので、結構大丈夫なんですかっていうね、声もあったりするんですが、それでも比較的ね、非常に重い作業とかであっても、もちろんフリーズとかはないですし、普通に動くのがね、すごいなっていうところですよね。もちろん完全にじゃあ万能かっていうね、そういうわけではないんですけども、例えば 4K の動画編集とかも、サクサクこなせる性能だったりしますし、画像の編集とかもね、アプリとかもやっぱ徐々にね、対応してきてるんで、そういったこともあってですね、相当本当負荷をかけない限りはですね、以前あったようなことは発熱問題は、ほとんどないと思ってもらっていいと思います。ここはやっぱりさっき言った M1 チップのね、性能向上とかね、そういった効率化されているね、非常におかげなんじゃないかなと思いますね。もちろんやっぱ16インチとかに比べると、じゃあグラフィック性能とかね、ハイスペックな Windows 機に比べると、劣る点というのね、もちろんあるんですけども、この Air で正直ね、動画編集とかでも、僕の場合でもできちゃってるんで、それが結局9ヶ月経った結論なんじゃないかなと思ってます。はい。結局僕もなんで2、3倍近くね、じゃあお金をちょっと持って、結局乗り換えようとはね、考えたりあんまりしなかったんで、16インチとかにね、またやっぱね、9ヶ月使ってきたのが、バッテリーの持ちの良さ、そこがね、非常に結構大きいのかなと思ったりもしてます。動画編集を僕の場合、例えば長いものだと、2、30分近い動画をね、Final Cut Pro っていうね、編集ソフトでやってるんですけども、M1MacBook Air ですね、おそらくもう100本近く、今何本上がってるかわかんないんですけども、こなしてきたんじゃないかなと思いますね。バッテリー持ちがもちろんインテル版のね、前使ってたね、プロの13インチ、これ確かね、33万とか4万ぐらい、めちゃ結構高かったと思うんですけども、その時ってもう2時間ぐらいね、動画編集したらもうバッテリーがなくなっちゃうっていうね、感じだったんです
ですけども、今の M1 Air とかだとですね、多分8時間ぐらい持つんですよ。頑張れ動画編集なんか2本分ぐらいいけんじゃないかっていう感じなんですけども、正直なんか充電切れたみたいな記憶がもうほとんどないですね。特に Windows PC とかはもちろんパフォーマンスっていうのはね、良かったりするんですけども、充電しながら使うとパフォーマンスいいんですけども、例えば外で使う場合とか、充電ケーブルを抜いた状態で使うとパフォーマンスが下がる傾向っていうのね、結構見られたりするんですよね。M1 はその点、特にその充電してようがしてまいが、そのパフォーマンスはね、別に変わんないんで、外出先とかでもね、使いやすいのかなと思いますね。ここまで結構 M1 Air をね、ご利用し、どんどん押してきたんですけども、それでももちろん M1 Pro のね、13インチとか、プロが、優れてる点というのは、基本的には2つあるのかなと思ってます。プロをじゃあ買う価値はどこにあるのかっていうところなんですけども、まず1つ目はやっぱバッテリーの持ちかなっていうことで、13インチプロの場合、こっちの方はやっぱ2から多分5時間ぐらいはプラスでバッテリー容量が多いっていうね、こともあって、バッテリー持ちがね、Air に比べていいのかなと思いますね。とはいえ、ただ個人的には M1 Air でそのバッテリー持ちがね、悪いなっていう感じたことは正直なかったので、これ以上伸ばしてもあんまり価値は感じにくいのかなと、ところを個人的に思うところで、動画編集とかすごい重い作業しないね、特にやっぱ一般利用の範囲であると、なおさらかなっていうところは、正直思いますね。で、2つ目に関しては性能の違いですね。あとファンの搭載とかだと思うんですけども、M1 チップがもちろんね、優れてるとはいえですね、QoS 使ってみたんですけども、完全にじゃあ熱問題ないのかっていうと、そんなこともないわけですよ。はい。グラフィック性能とかについても、Air はやっぱちょっとプロに劣るっていうね、ことはあると思います。ただ結構性能を気にしてるね、僕みたいな人でもですね、特にそんな問題を感じたことはね、実際なかったかなっていうね、少ないかなと思いますね。実際のギークベンチのね、数値とか見てもですね、比較したらプロが15% ぐらいね、数値が良かったりはするんですけども、実際の作業時間という面ではね、ほとんどのね、場面でですね、そんな違いが現れてないんですよね。いろんな一応僕も海外の比較動画とか見たりはしたんですけども、例えば動画編集とかであってもですね、例えば書き出しの時間とかであってもですね、そんなに変わんないんですよね。ほとんど差がないので、それだったら軽くて安いエアーでいいかな、僕は思うかなっていうところなんですよね。とはいえ本当長時間作業で熱問題がじゃあ本当ないのかっていうと、ちょっと熱くなることも実際あったので、裏技的なことで言うと、なんか冷却パッドを貼り付ければですね、長時間作業でもプロに近い性能ができるんじゃないかっていうね、出せるみたいです。これちょっと僕は責任は持てないですけども、3000円ほどでですね、貼り付けるだけで、正直そんな難しくはないですね、作業的には。ここはちょっと自己責任でお願いしますが、概要欄にシリコンのサーマルパッドを貼っておきますので、興味がある方はね、ちょっと覗いてみてもらえればと思います。多分そこら辺で検索してもらうとですね、やり方とかは出てくると思うんで、実際プロと同じぐらいのね、性能になるみたい。すごいですね。はい。実際にあと、Amazon ノートパソコンの売れ行きのランキングでもですね、1位と2位を今、独占してるというかね、この M1 Air が。で、大体やっぱランキング見てみると、ほとんど上位に入ってるパソコンはですね、もう安い価格帯のものばかりなんですよ。それなのに、この10万円のですね、MacBook Air が1位、2位っていうね、というのがすごい、なんかいい意味でなんかおかしいなっていうね、どうなってんだっていう感じですよね。やっぱり Air の非常にやっぱコストパフォーマンスの、ね、良さがね、際立ってるんじゃないかなと。やっぱ市場の反応というか、皆さんのこうね、反応としても、同じなのかなと感じたりはしました。ただ一点ね、やっぱ M1MacBook Air で気になったことに関してなんですけども、動きがやっぱちょっとね、スローになる時っていうのはあったんですよ。ありましたと。かなり、基本的には長時間、動画編集したりした時なんですけども、そういった前提ではあるんですが、そんな大きな問題ではなくですね、この解決方法は非常にシンプルというか、簡単なんですけども、M1 チップでも構造上そのユニファイドメモリーっていうものをね、使ってるんですけども、そちらのスピードに結構ね、頼ってるようなところなんですよね。ことがあって、結局メモリがその 8GB とか 16GB とかで選べたりするんですけど、結局この物理メモリですね、ユニファイドメモリが結構埋まっちゃうと、使ってしまうとですね、結構動作がちょっと重たくなるっていう傾向はありますね。特に重い作業の時は結構顕著に現れるというか、なので動画編集とか画像編集だったりですね、割と結構重めの作業をね、するなーっていう方はですね、やはりやっぱユニファイドメモリですね、やっぱ 16GB とかにするのが非常におすすめなんじゃないかと思います。容量も一応ね、512GB もね、あれば、安心かなっていうと。256GB でも普通のね、一般的な利用の範囲だと全然大丈夫だと思います。Windows ももちろんね、チップを変えて、ARM ベースのものに M1 チップね、同じような構造を使ったりとか、Windows 11とかも出
てきたりね、最近してますけども、やっぱ価格とかちょっと性能面で見ると、正直ちょっと遅れてるなっていう印象はありますね、今のところは。で、最近登場した iPad Pro もね、性能っていうのは非常に MacBook Air に近いものでいいんですけども、まだまだやっぱ Mac と比べると、OS の違いもありまして、機能の制限が非常に多いんですよね。はい。なんで Mac のように使うのは正直厳しいかなというね、点と、単純にあとね、価格が高いですね。なんでこの高いのかって感じなんだけど、はい。MacBook のようにやっぱ使うなら、マジックキーボードとかね、買っちゃうと簡単にもう15万円ぐらいね、12万から15万円ぐらいすぐいっちゃうんで、下手したら20万円ぐらいいっちゃうんで、10万円ほどで買える結局 M1 Air がですね、特にやっぱ学生さんとかですよね。とか、安くてやっぱできるだけ高性能なものを買いたいとか、で、長くね、MacBook とかパソコンね、使いたい方には非常にこれお勧めできるんじゃないかなと、M1 MacBook Air ね、お勧めできるかと思います。一応また今後の新型の MacBook Pro とかね、M1X のものが出てくるとか言われたりしますけども、だったりですね、あと新型の MacBook Air とかについてもですね、詳しく別の動画でね、しっかりと解説しておりますので、こちらもぜひね、参考にしてもらえればと思います。あとは他の Apple 製品ですね、今年じゃあどういったものが出るのかっていうものをね、前回の動画でお話ししてますので、ちょっと購入とか考えるという方はちょっと参考にしてみてください。ということで、こちらの動画少しでも役に立ったなと思った方は、ぜひチャンネル登録ですね、あとグッドボタン、高評価と、あとコメントもね、全て見させてもらってますので、気軽にどうぞね、気になることをコメントいただければと思います。ありがとうございます。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。あっつ。